皆さん、こんにちは。にゃです。今回は知人からの質問、食料備蓄はどうしてるのに答える形で、食料備蓄についてを一気にご紹介。1年前、12缶2880円で購入したサバ缶が、現在7490円になっている異常事態。個人的に美味しかった缶詰の紹介もありますので、ぜひ最後まで視聴していてくださいませ。この先いよいよ備蓄品を使う段階になったら、例えば缶詰なら明太子ツナとか明太子イワシなので、動物性タンパク質を確保しつつ、三大栄養素の炭水化物は長期保存用のアルミ袋で真空パックした小麦粉と、29話でご紹介したソーラークッカーのエコサク1300でフランスパンを作ろうかなと思っています。柔らかいパンは四つ葉のスキムミルクパウダー、または無糖のコンデンスミルク、エバミルクや、あとキューピーの乾燥全卵も使用して、あとバターミルクパウダーにガーリックパウダー、パセリかバジルで、ガーリックバターを作ります。フランスパンにガーリックバターと明太子ツナをトッピングしてコーヒーでブランチとか。アレンジすれば明太子ツナ缶と栽培したシソで明太子パスタなんかも楽しめるかと。備蓄の小麦粉が底をついたら、真空パックしてあるオートミール、お米、パスタをパウダー状にする予定です。ガーリックパウダーが底をついたら、ニンニクやパセリやバジルを栽培して乾燥する予定。オリーブオイルが底をついたら、それまでに栽培した落花生や食用ひまわり、くるみやごまを絞って圧搾します。くるみ以外の種は固定種をチョイス。落花生はベランダで袋栽培も可能です。コーヒーが底をついたら食用タンポポを栽培して根っこをいったタンポポコーヒーに。これらの備蓄計画に必要なアイテムで実用的だったのは家庭用の食品乾燥機でした。例えばガーリックパウダーならばニンニクを天日干しした後でこのフードドライヤーでしっかりと乾燥させます。こちらの商品は果物の液体ピューレを板状にしたり、湿気の多い地域でのアルファ化米や、あと乾燥野菜を作るときに重宝します。ペット用のジャーキーをマグロや鶏肉で作ったり、あと粉にして離乳食に混ぜるなど用途の多い商品です。乾燥したニンニクをサラッサラのパウダー状にするのは粉ッピーを使います。粗めの粉にするときは、ワット数の小さいフードプロセッサーで簡単に作ろうかと。栽培したシソやヨモギ、ほうれん草、栗、あとさつまいもなんかをパウダーにして、パンやクッキー、よもぎ餅なんかに練り込んだりね。余談ですが、軽い塩砂にするってできるのも、このコナッピーの商品の特徴かと。長期間で海峡封鎖された場合、脂質の多い種を絞るとか、直接食べて摂取するようになるのかなと考えていますので、パンに薄く塗るだけの量ならば、シボロプロ30で、その都度低温圧搾して油を作ろうかと。日本製の圧縮機は少し割高ですが、私が亡き後の時代を生きる子供に残す目的もあるので、数年前に購入しました。庭の椿の種を絞って髪をトリートメントする椿油も作ろうかななんて考えています。さて、野菜の栽培では一度に多く収穫できるために使い切れないなどがあります。食料不足になってもバランスの良い栄養素を確保するっていう視点で、真空パック機はアルミ袋対応用の業務用と手動で脱気を調整できる家庭用の2台を使い分けています。エンボス加工の袋は使えないのですが、水分のある食品も脱気できて、あと専用ビニールもいらないのでコスパも良い。アルミ袋はアイロンでもシールできますが、真空にしたい場合は真空パック機がおすすめ。こちらのメーカーさんはとっても珍しくて、電熱線だとかノズルなどの交換用パーツを別売りしてくれています。電熱線やテフロンテープは消耗品なので、交換できるのは長く愛用できるポイントかと。3年前に真空パックした無洗米は、現在も真空状態をキープしてて、カビやコクゾウムシの発生を防いでいてくれています。
自宅で精米して真空にしたので、空気に触れたのが短時間だったことと、暗い場所で保管したことで味の劣化はさほど感じない状態です。が、難点は蓋が硬いので、女性の力では一度に何度も脱気する作業をするのは大変かという点かと。手動での脱気は圧縮しすぎないっていうのが目的なので、火鉢で使う炭だとか、高野豆腐を割れないように軽く脱気したり、あと、粉状の調味料を圧縮しすぎないとか、シュレッドチーズが塊にしないとか、などなどで役立っています。エンボス加工の袋しか使えないけれど、細かい調整ができるので、とても重宝しています。手作りのタンポポコーヒーとか黒豆コーヒーをフライパンで煎るための熱量ってとっても大きいので、パラボラ式のソーラークッカーで煎ってから乾燥して、で、真空パックをしようと。パラボラ式は100円ショップの傘と、あとアルミホイルなどで DIY できます。5大栄養素のビタミンや鉄、マグネシウムに食物繊維の摂取は、ペットボトルや袋栽培で育てた大根を切り干し大根にするために専用スライサーを購入。あと、必須アミノ酸の摂取には必須アミノ9種類がすべて入っている鰹節で、そのための血り節を用意しました。耐熱ガラスの瓶で食料の長期保存をするための道具も便利です。食品衛生管理者の私的には、海外プレッパーさんの瓶詰めの保存っていうのは、日本の気候では少し難しいのかなというのも、思っております。肉のラード漬けなどもありますが、涼しい地下室が少なくて、高温多湿な国内の地域では、食中毒が心配かなと。これうちのことだわ。化学物質過敏症で市販の加工肉が苦手な私は、動物性タンパク質は手作りベーコンと、あと唐揚げを真空パックにして冷凍保存しています。3年前にパリッパリに乾燥させて、脱気剤を入れて、業務用の真空パックにしたオクラは、こんな感じに、同時期に保管した乾燥野菜で大丈夫なものもたくさんありましたので、なかなか自己責任の範疇からは出られない私の保存クオリティです。食中毒の原因になる検気菌、ボツリヌス菌とか、それらの発生や繁殖の怖さもあるので、高温多湿の地域やお家、あと暗いところで保管できない場合は、塩漬け、砂糖漬け、酢漬け、オイル漬けなど古来からある保存方法にシフトするのも一つの解決方法なのかもです。電源加工ができなくなった時に食品廃棄を減らす。光熱費や油や肉の高騰で揚げ物がなかなかできないとか、災害時にでも調理せずに食べられるなどの理由から生肉は冷凍保存せず長期保存ができて化学物質無添加の生協ランチョンミート缶とあとワシタポークの缶詰を多めに購入してあります。植物性タンパク質は落花生や大豆をメインにピーナッツバター、ピーナッツオイル、きな粉やいり豆、あと味噌、豆乳、湯葉、納豆などにする予定です。高野豆腐はカルシウムも豊富なので真空パックにして多めに備蓄。納豆の種になる在来種の納豆は真空パックしてから冷凍。ヨーグルトメーカーは納豆や塩麹がポータブル電源で作れるタニタ製になります。少量で作りたいとか小さなポータブル電源の電力で作りたいっていう場合は小さいガラス瓶が4個ついてきて発酵食品が簡易的に作れるこういった商品をおすすめです。ソーラーパネルの蓄電量が少ない梅雨や冬、あと停電時なんかで冷凍庫の電源が確保できないっていうような場合は納豆菌を使って35ワの手作りタドンと発泡スチロールで自家製納豆を作れるよう備えてあります。そして少ない調味料で美味しく料理をするローフード、精進料理、素材料理、昔のお菓子の作り方のレシピ本も同時にストック。ざっくりとでしたが、我が家はこんな考え方で食料備蓄をしています。何をどのように、
何のために備蓄や保管をするのかっていうことを体系的に考えていくと備蓄の効率が上がったり、早く無駄なく過不足なくで備えを進めていけるのかなと。最後は本編でご紹介しきれなかった缶詰をご紹介。上下の缶詰は昭和生まれでは懐かしい変わらない味です。ちなみに缶切りがないと開けられないのも昔のままです。イワシのペペロンチーノは水で戻したパスタを太陽光で軽く温めて和えてみようかなと。備蓄品に手を出すことになった時には調味料も貴重かもしれないので、梅味や柚子味など最初から調味料を使ってある缶詰をあえて選んで調味料の節約を考えています。詳しい原材料、値段などはいつものように概要欄に URL リンクを貼っておきますので、もし気になる商品がありましたら覗いてみてくださいませ。最近こちらのチャンネルを見つけてくださった視聴者様、本編は3話、33話、10話でお伝えした図を我が家を事例にしてご説明した動画となります。今回のどの範囲までを備えるかっていうのは長期的な備えの G グループの視点での動画ですので、もう少し備えのウェイトを軽くしたいなという場合は火山灰を考慮して室内栽培ができるまでの準備はぜひ押さえておいていただきたいポイントかと。なぜ庭に畑のある私が家庭菜園もベランダ菜園もある一定期間を過ぎるまでってお勧めしないのかっていう理由は10話でお話ししておりますので、まだの方はぜひご視聴いただけますと備えのゴールの設定が具体的にレベルアップするかもです。もともと我が家は1日1食なのでそれほど多くの種類の食料備蓄はしていませんが、気候変動、農家さんの減少、少子化、物流問題、物価高騰、昆虫食などを短期的、中期的、長期的に捉え、細分化、合理化、視覚化などで脳内をカテゴライズして備えてみたというあまり参考にならないような我が家の食料備蓄動画でした。視野を少し広げるだけでも歴史的にとても重要な分岐点に今世界も日本も置かれているっていうそういったことに気づけばどんな食料備蓄が本当に必要なのかっていうコインの裏表の両面が見えてくるのかもです。本日も最後までのご視聴本当にありがとうございました。チャンネル登録といいねボタンどうぞよろしくお願いいたします。それではまた。